このビデオでは、ハーフや外国人という言葉を使っています。差別的な気持ちは一切ありません。わかりやすさのために使っています。ご理解いただけると嬉しいです。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか？はーい。ということで、今日はお久しぶりにスペシャルゲストにお呼びしました。ケビンさんです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お久しぶりです。久しぶりです。実はケビンさんのチャンネルの方で3年前か4年前ぐらいにコラボさせてもらって、はい、で今回復活、ケビンさんのポッドキャストが復活したということで、はい、はい、復活しました。お帰りなさい。はい、不老不死です。ね、そうだからもう私のチャンネルでもケビンさんはちょっとお話しさせていただくんですけれども、ケビンさんのチャンネルの方でも私は何の話しましたっけ？なんと住まれてるなんとと、ノルウェーのオスロの、いいところですね。いいところかっこですね。などなどそう海外生活について話しました。そう、海外生活の話をしたので、ぜひ聞いてみてください。そうちょっとね、ケビンさんのことをまず紹介をさせていただきたいんですけど、ちょっと簡単にじゃあ自己紹介をお願いいたします。はい、ケビンビンジャパニーズというね、日本語のポッドキャストをしています。はるかさんの後輩です。ポッドキャストにおいては後輩です。生まれも育ちも東京ですね。ですが父がノルウェー人で、母が日本人のハーフですね。いわゆるハーフです。で、大人になるまで、20歳ぐらいまで日本でずっと暮らして生まれ育ったんですが、その後にノルウェーですね。お父さんの国ノルウェーに興味を持って、そこの学校に行ったりとか、そこで仕事したりとかして、今はそのノルウェーで、これからですけど日本語教師をまたやります。はい。イエーイ。イエーイ。オスロにいらっしゃるんですよね。そうです。はい。ノルウェーの首都です。はい。ぜひね、今からね、ケビンさんは日本語教師としてのレッスンをなんか再開ってことですよね。前回やってて、また再開。そうです。音楽をやってまして。はい。ギターを弾いたりとか、歌を歌ってたんですけど、ノルウェーの音楽学校行ってやろうと思って、いろいろ勉強してね、ノルウェーの音楽学校行ったんですけど、肌に合わねえっていうことで。残念ながらね、やっぱフィーリングがありますからね。フィーリングがあるから、ちょっと合わないなっていうところで、いろいろなんていうんですかね、心もね、病んじゃって。すごく弱ったところに、ポッドキャスト俺、すごい楽しかったなって思って、それを始めてたら、もうなんか楽しかった思い出がどんどん蘇ってきて、また日本語の先生やろうと思って、少しずつ今始めてますね。そう、素晴らしい。いろいろあって今、舞い戻った。舞い戻った。ですけれども、ケビンさんのポッドキャストめっちゃ声がね、本当声がいいです。今、聞いている方は分かってると思うんですけど。恐縮です。本当に寝る前に聞いたらめっちゃなんか安眠ですよ。もういい睡眠取れそうな感じがするので。ね。で、頭の中は日本語になるし、一石二鳥じゃないですか。ね。あざすなんか。雑ななんかアピールしてたけど。いやいや、そう。めっちゃ声いいんだよ。ケビン。いや、なんか、ケビンの話聞いてると眠くなるねっていうふうに言われて、いい意味で言われたんですけど、いい意味って何って思ったんですけど、じゃあ寝るときに聞いてもらうポッドキャスト、日本語勉強してってやろうと思って、それで始めました。わかります。大丈夫かな？私も言われるんですよ。はるかさんの声聞いてると、なんかはるかさんのポッドキャスト聞いてると、途中で寝ちゃうんです。だから寝る前に聞くんですって言って、それいいことみたいな。どう思いますそれを。いや、なんか複雑な気持ち。それは複雑なの。でもなんか、
大丈夫かな今日はちょっと眠い声と眠い声でちょっと皆さんの睡眠をちょっと誘ってしまうかもしれませんが。そろそろ寝る感じ。もう大丈夫。ねまだ本題に入ってないですけど。テーマ入ってない。はい。まあ、もうちょい今日のね、もうちょいちょっとね、本題はちょっとね、真面目なお話になるので、寝ないでみんな。うん。うんちょっと聞いてほしいんですけど、まあ、はい。すいませんね、初回のゲストなのに、初めてのゲストなのにちょっと重い話をね、してもらうのはちょっと恐縮なんですけど、はいそう、ケビンさんは、ノルウェーと日本のハーフとして日本で生活してたっていうね、経験があるので、ぜひその、ハーフとしての日本生活について、私はちょっと興味があるんですよ。あれ、出身どこでしたっけ？東京ですか？東京ですね。結構都心の方でした。大人になるまでは。じゃあ、そのケビンさんが生まれた時、その幼少期ですね、子供の時、幼少期は、周りに自分みたいなハーフの友達はいましたか？いました。まあ、最初インターナショナルスクールっていう外国人の子供たちと一緒に行く幼稚園。でもう完全に英語の幼稚園だったんですけど、まあ、海外の、まあ、モンテッソーリってわかりますか？モンテッソーリっていう、まあ、教育の方法があるんですけど、まあ、自分のことは自分でやるっていう。ほんと3歳、4歳でも。なんで、靴紐を、結ぶときにも、自分でやりなさいって言われて、なんかそれが僕は耐えられなくて。逆にだから確かに日本ではないですね。逆ですよね、日本はね。そうそうそう、日本は結構ね、幼稚園の時はまあ、自分、法的彫りにするっていうイメージはないじゃないですか。結構逆になんか過保護なイメージは結構あるんで、日本の教育は。あれしなさい、これしなさいとか。そう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 。で、そう、お姉ちゃん子だったから、お姉ちゃんいるんですけど、お姉ちゃんってずーっと泣いてて、なんでもう親がもうしょうがない。この子はインターナショナルは無理だっつって、そこから日本の幼稚園に移されて、そこからずーっと、まあ日本の普通の小学校、中学校だったんですけど、まあ大体そのクラスに2人、3人かな、3人ぐらいは、ハーフの、いわゆるハーフという子供がいましたね。はいはいはい。でも、それはヨーロッパの子なんですかね？どういう国の人が多かったですか？やっぱりまあアジア系も多かったですね。フィリピンとか中国とか韓国。もういたけど、僕が一番仲良かったのはアメリカとのハーフの、子で。そうそう、その子とずーっとバスケしてましたね。いいっすね。そうそうそう、ずーっとワンオンワンやってました。そうそうそう。そっか、じゃあ転校したみたいなことなんですね。幼稚園で転校転園。あまり、なんか聞き慣れない言葉。だいぶ早めに。転園したんですね。転園しました。させられましたね。でもじゃあそのインターナショナルスクールのこと、インターって言うよね。言いますね。言います。そのインターではもう毎日英語じゃないですか。で、家では日本語なんですか？本当にちっちゃい時は英語だったと思います。もっと4歳とか5歳までは英語だったと思います。もう車が大好きだったんで、車のおもちゃとかもらうともうカーずーっと言ってたって言ってますね、お父さんお母さん。そうなんだ。じゃあ英語でしたね、それは。そう、ずーっと英語だったけど。でもやっぱりその学校の環境って全てだから子供にとってね。まあその小学校とか帰る友達の中で話す言語だけでやっぱなってしまうので、そこからはもうずっと日本語で。なるほど。じゃあなんか転園した時に、なんかその言語の、まあ障害みたいなものありました？なんか日本語、もう日本人ばっかりじゃないですか。なんか100% 日本みたいな人たちばっかりじゃないですか。はいはいはい。で、今まで英語だったわけじゃないですか、インターで。で、なんかなんか大変だったこととかあります？いや、でもね、本当お姉ちゃん子だったから、もうお姉ちゃんについていけばなんとかなるっていう感じだったから。あと結構サポートもあったから、幼稚園で何かストレスな経験だったっていう記憶はないですね。じゃあ自然に結構お姉ちゃんについていったら馴染めた。お姉ちゃんについてこうっていう。
そうそうそう。あ、そうなんだ。で、お多分日姉ちゃん子だ。本語も使ってた、家では使ってたから、両方混ざってた。うん。なるほそうそう。めっどね。ちゃお姉ちゃん子。う。私は幼稚園の時、ハーフの人いたかわかんないですね。でも幼稚園の中で、私はなんか、そのインターとか行ったことない。とか存在も知らない、その時代のはるかちゃんは。幼稚園の。そうですよ。はるかちゃんね。ちっちゃいはるかちゃん。外国とは何みたいな。だったから、多分幼稚園にその外国の方とかインター、私も東京なんでね、多分外国の方多かったと思う、ハーフの人とか。あ、本当ですか。でも全く意識しなかった。なんか、ハーフって何みたいな感じだったんで、まあ幼稚園はでもそんなもんなのかな。ね。じゃあ小学校とかになった時に、どうですか、生活は。日本での。小学校楽しかったですね。いや、それはよかった。小学校楽しかった。ですよ。まあ、どんな感じでした。まあ、本当に普通の小学生で、変わらずにっていう感じでしたけど、まあ、僕はもともとシャイで内向的だったんですけど、まあ、今もそうなんですけど、はい。シャイながら、まあ、友達もできて、結構いろんな友達がいたりとか、しましたね。ああ、素晴らしい。そう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 。で、まあ、特別扱いとかもされなかった記憶はありますけど、唯一サッカーを始めたんですね。で、サッカーを始めて、なんか他の学校に行くことがあって、その他の学校でいろんな学校のサッカーチームが集まってたんですよね。はい。でそしたらもうゲート開けた瞬間にその座ってる子供たちが、なんか来たぞ、みたいな。なんかやばいの来たぞ、みたいな。その時結構背が高いとか、そういう、ありました？ちょっと高めでしたけど、すごい高いわけじゃないけど、まあ、ハーフあるあるかわかんないですけど、結構ね、髪の毛がね、明るいんですよ、ちっちゃい時って。僕めちゃめちゃ茶色くて。今は結構黒目なんですけど。だからもう、来たぞ来たぞみたいな。で、その時有名だったベッカム。懐かしい。めっちゃイケメンなんですけど、全然そんなイケメンじゃないの。イケメンなんです人をなんかベッカム来たぞみたいな。あ、ベッカムになっちゃった。ベッカム来たぞ、おい、つって。子供ですね。なるほどね。で、まあ、シャイだし、その日本ってやっぱその小学校の時目立ちたくないっていう、みんなと一緒になりたいっていう、なんかね、あると思うんですよね。みんなとあんまり違うことしちゃいけないって、目立っちゃいけないっていう。まあ、僕の性格もあるから。それですごいね、なんていうの、嫌だった記憶はありますね、それは。嫌だった。そうか、そうか。ベッカムと言われる。まあ確かに、俺ベッカムじゃねえし、なんか。じゃねえし。注目しないでよっていう。とか試合とかで僕ディフェンスでヘディングしてクリアとかするんですよね。全然大したことない。クリアって別にゴールでも何でもないから。だけどそのクリアしただけで、おベッカムあいつ、ヘディングしたぞ、やるじゃん、みたいな。そう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 。いやいや、絶対バカにしてるじゃん、みたいな。そうそう。あともう、白人でハーフだったら英語は話せるっていうのも日本人は思ってたりするんですよね。思ってる方がいらっしゃったりしたから、僕のサッカーのコーチが、なんかお前何英語喋れるのかって言われて、いやいや、全然僕はダメです、みたいな言ったら、まあ、ハーフなのに、英語話せないのかって言われたのはすごく覚えてて、なんか自分が、なんか完成してないみたいな。英語喋れないと、ハーフとして、なんか、正解じゃないみたいな。のをすごい思った記憶はありますね。確かに。だって生まれも育ちも日本だよって言うてるのに。そう言うてるやんっていう。言ってるやんって。しかもコーチってことは大人ですもんね。大人の方に言われたこともありますね。そう。確かにな。ハーフイコール英語は確かに。私も多分幼少期はあったかもしれない。申し訳ないけど、多分。でもなんかそれは多分なんか憧れの気持ちも多分あって、ハーフすごいかっこいい。英語喋れるんだ。うわーみたいなのが、多分逆にすごいプレッシャーに感じてしまっていたっていうのは多分、こっち側は気づかない問題ですね。確かに。そうそうそうそ
だから僕はすごく、まあ幸運なことに、運がよく、そのいじめと言われるいじめを受けた感覚はなくて、でもそういうプレッシャーは感じたことはたくさんある。あります、ね。じゃあ中高、なんか小学校の間、なんか私のこの、すみません、私の実体験になっちゃうんだけど、小学校の時も私結構同じクラスに、まあ、ハーフの子は結構いたんですよ。ハーフじゃなくても外国人の子が転校してくることがあって、まあアジア系の方多かったんですけど、フィリピンハーフの人結構いっぱいいて、あと韓国、中国とか、まあアメリカとかもいましたけど、でもその当時はなんか海外という感覚が自分にはあんまりないので、違いとかそんなに意識したことがなかったんですよ。自分の中で。でも中学になった時に、まあ、同じようにそのハーフの人とか、外国からその転校してきた人がいた時に、ちょっとなんか感覚が、その学生たち、他の学生たちが明確にハーフだというふうに認識するようになった気持ちがあって。どうでした？その大人になるにつれて、ちょっと周囲からの目みたいなものは変わったりしましたか？中高とかで。やっぱり、まあ、小学校の時はわからないし、なんかベッカムとかも単純なね、違うっていうだけっていうなんですけど、まあ中学、高校になると、僕の場合はね、まあポジティブな方だと思いますけど、そのハーフに対する憧れっていうのがみんなが出てくる。みんな洋楽とか、海外の音楽とか、英語も学び始めるし、そういう憧れが出てくるから。確かに。そうそう。だからそのハーフイコール、かっこいい、かわいいっていうイメージを僕に、まあ、結びつけるとか、はありましたね。家庭科の授業があったんですけど、その時になんか、紅茶をね、僕がご飯を作る授業で紅茶をこうやってエプロンつけて入れてたんですよね。そしたらなんか、お前、すごい、お前、様になってんだって言われて。似合うぞ、紅茶が、みたいな。似合うぞ、こいつって思う。すげえみたいな。なんか拍手喝采起きて。僕の中ではハテナなんですけど。確かにそうですよね。そう。なんかね、そのクラスの中の人気者のなんか、面白いネタにされるというか。なるほどね。先生も良かれと思って、なんか、いいだろう、みたいな気持ちで、やってた。そう。そうですね。とか、もうなんか箸とかすごい僕、ね、普通に使えるんですけど、それもなんか友達とかになんかお前ハーフなのにうまいな、上手だな、みたいな。やりそう。生まれも育ちも日本だっつってんのにね。そう。なんか、まあ良かれと思ってじゃないけど、別に悪気はないけど、今考えるとそんな言わない方がいいよね、みたいな。確かに。なんか、今もそうですけど、私は今、私たちは多分今日本語教師だし、まあ、っていう海外の人との交流があるから、特に私はね、そういう差別の話とか、なんかそういう外国人と日本人みたいなそういう話をね、よく聞くし、意識してるんですけど、やっぱりなんかこう、なんか外国人の見た目を持つ人に対して、日本人じゃないという、なんか、日本語喋れるのすごいね。お箸使えるのすごいねっていう、やっぱステレオタイプはまだまだありますね。めちゃめちゃあると思います。ね。慣れないんだろうね。良かれと思ってっていう。そう。子供が欲しいとかね。ハーフの子供欲しいとか。でも。別に男男女関係なく言ってきますし。そうか。でもハーフって言っても、特定の国でしょ、きっと。多分。そうだと思う。まあ特にやっぱり白人とかヨーロッパとかアメリカとの国の人との間だとそういうふうにっていう意味で言ってる。そこも多分区別もしてない可能性もあるし。そう。アジアとのハーフとかいろんな、アフリカとのハーフもいろんなハーフがあると思うけど。そう。なるほど。
ありますね。じゃあ、ケビンさん的には、まあ、周りは悪い気持ちがあっての、なんていうの、まあ、差別じゃないけど、なんかこう、外国人の扱いをうん。ちょっとされた経験があるけど、相手にとっては多分良かれと思ってやったことに対して、やっぱ、ケビンさん的にはちょっと不思議に感じることが結構あった感じですね。そうね。ハテナマークうん。だし、まあそこに出てくるプレッシャー、まあ僕こうであらなきゃいけないとか、あ僕すごいシャイで、ね、引っ込み思案だったんですけど、ハーフだから、まあハーフだともう少し明るくて、フレンドリーで、なんかホームパーティーするでしょとか言われるんですよね。あ、うん。ホームパー。ホームパーティーハーフだからするでしょって言われたこともあって、そういうなんか明るいキャラクターじゃなきゃいけないっていうプレッシャーの中で、あそことのせめぎ合い、自分の中のジレンマがあったりとかもしましたね。あ、うん。明るくなきゃいけない。うん。ハー確かにそフのステレれはなんか、オタイプに。その時はステレオタイプが悪いことというか、うん。それが正しいと思ってるから、そうしなきゃとか。そっか、そういえばそれなんか、ヨーロッパのその白人のハーフの方のよくあるプレッシャーかもしれない。なんか、英語喋れなきゃいけない、頭いい、あと、なんか、陽キャなんか、フレンドリーで、陽キャ。イケメン、美女、みたいな。モテるとかね、そのいろんなイメージ、運動ができるとか、なんか、すごい全てにおいての、なんか、スキルが私たちより上みたいな感覚は確かにあるかも。なんかこれがもし違う国、例えば他のアジアの国とか、なんかラテン系とか、その中東とか、また別の国だと多分また全然違うステレオタイプが生まれてくるみたいな。あると思いますね。僕もだから小学校、中学校の時は、やっぱり自分のルーツが恥ずかしいって思った時も何回もあったし、お父さんがノルウェー人なんですけど、授業参観って言ってね、クラスにお父さんお母さんが見に来ることがあるときはもう絶対お父さんに来てほしくなかったんですよね。目立つからみたいな。目立つから、やっぱり目立ってほしくないっていう。自分、ケビンのお父さん来たぞって、やっぱちっちゃい時ってやっぱりそういうの、なんか、目立ちたくないっていう、周りになんか、恥ずかしいですよね。そうそう、軽くバカにされるイメージだから、それがすごい嫌だったりとかしたんで、そこにすごく敏感になってた、ところありますね。なるほど。だから今もすごい誇りですけど、自分がハーフであることを。それはよかった。すごく誇りに思えてるし、両親にも感謝してるし、そうそうそう。でもちっちゃい時はやっぱりね、敏感になってましたね。でも、今はどうですか？今は友達とか、まあ、大学もそうですし、まあ、会社はわかんないですけど、今の日本の社会で、自分がハーフであることを大人になって、なんか不便とか、なんか、いや、これ嫌だな、みたいなこととかありますか？不便。いや、あると思いますね。僕みたいなキャラクターだとね、ちょっとシャイだったりすると。でも人によってはそれをなんか逆手にとってというか、ハーフだからこそ、ちょっと常識から外れたことしても OK みたいな。そうそうそう。なるほどね。ちょっと言葉遣いちょっとできなくても、会社とかでもやっぱり言葉遣い大事だったりとか、まあ上司とかの関係性とか、がハーフだからこそちょっと近くても大丈夫とか。逆に、プラスにとって、プラスにとってる、なんか僕大学でそれ研究したんですけど、アイデンティティみたいな。ハーフのアイデンティティ。なんかやっぱ2タイプいるって思ってて、その2タイプの中の一つがそういう風に、ハーフというのを使って生きていく。いいように使って、うまく使って生きていくタイプ。で、もう一つはなんか、まあ別に自分は一人の人、人間、別に国籍とかで見てない。そこからもじゃないところにいる人。そういうパターンいると思ってて。なるほどね。だから僕も両方ありましたね。なんか生きやすくところもあるし。でもなんかやっぱ日本に住んでるとそれ受け入れるしかないから。それをポジティブに捉えるしかない。
ん。そうそう。大学とかでもなんか、アメリカのハーフの、違うね、この前、小学校の友達違ううん。ハーフの親友がいたんですけど、うん。なんかこの二人で僕なんかずっと一緒にいたから、うん。なんか他のサークルの飲み会とか行くと、うん。ワンダイレクション来たぞみたいな。やべ、ベッカムからワンダイレクションになっちゃった。ワンダイレクションもう全然違う。言われて、写真撮ってみたいな。へえ。うん、そう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 。うん。ね。だからそれも考えようによってはすごい、まあ差別というかちょっとね、違う、うん。よくないことかもしれないけど、まあもうなんか、分かったもう楽しもうみたいな感じで。あ、広い。心が広い。うんうんうん。でも、そうそうそうまあ人気者に、いい意味では人気者になるし、悪い意味では目立つ、特別扱いされるのが嫌だっていう二面性がある感じです。二面性がある。うん。うん。そう。まあでも今言ったのはやっぱ初対面とかあんまり知らない人との関係性の場合が多いですね。もちろん知り合って仲良くなったら、国籍とかで意識しない、さっきの友達もそうですけど、意識しなくはもちろんなるから、そこに関しては問題はないと思いますけど。なるほど、ね。そう。確かにでも最近 SNS とかのインフルエンサー見てると、ハーフの人めちゃめちゃ多い気がするんですけど。多いですね。思いませんね。めちゃめちゃ多い。やっぱ自分の、やっぱ今の日本人って、やっぱりどうしてもハーフへの憧れがある人の方が多いんですよね。どの国、特に大人になると、やっぱ、自分の国が2つあるとか、まあ、例えば他の言語話せたら、それももっと憧れになるし、見た目が違うってかっこいいって思う人の方が大人になるとちょっと増えると思ってて、で、やっぱそういうインフルエンサーとかすごい人気になるイメージがありますね。なんか自分の両親の紹介とか、自分の子供の時の、なんか、体験とか、その言語学習とか、なんか、わあ、すげえな。それは多分、ポジティブに捉えて、生きていってるハーフの方々っていう感じなのかなって。やっぱ俯瞰で見れる。自分のことをなんか、外から見れると思うんです。ハーフの人は結構ね、周りからどういう見られてるかってずっと考えて生きてるから。なるほど。そうか。そう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 。だからなんか周りと同じじゃなきゃっていう自分もいるけど、でも違うところもいいよねっていう、いいミックスで生きていければ良いところもあると思うけど。でもやっぱ理想は、まあそこ、国籍がどうとかってことで自分を考えることはなくなることがいいと思いますけどね。そうそうそう。ヨーロッパとかやっぱもう本当人種がすごい多いから。人種がどうこうで、なんかね、英語話してみてとか言われない。別にね。とか。でもどうですか日本の、ノルウェーに行ったら日本人のハーフとして扱われるわけじゃないですか。はいはいはい。なんかそこでのなんか変わった経験とかは逆にありますかない。ノルウェーですかノルウェーはどうだろうそんなないと思いますね。ノルウェーは本当にフラットに扱ってくれてる。ああ、いいですね。イメージはあります。で、まあ逆に言うと、自分の感覚だともう本当に日本人。ハーフだけど、ノルウェーにいるともちろんザ日本人っていう感覚で生きてますね。もちろんみんなと比べてノルウェー語ペラペラじゃないし、この前も話したんですけど、パーティーとか行くと、最終的には、日本のあそこご飯って美味しいのとか、日本のおすすめの場所教えてとか、今年日本行くからとか、なんか日本の文化アンバサダーになるんですよ。日本文化大使ですね。文化大使になる。そう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 。なんかすごい日本人だなって思う。でも日本にいると、その初対面の人はね、結構、どこなんですかノルウェーの方なんですかみたいな。方ノルウェーじゃないよ。ハーフだよって言うんですけどね。なるほどね。ノルウェーの方ではない。確かに。で、英語も全然最初からできてないよって、ネイティブじゃないよって言うんですけど。だから最初はどっちにいても出身が周りから見られるのが違うっていう。ジレンマはありましたけど。まあそこを楽しもうぜっていう気持ちになれればね。そうそうそう。確かにね。すごい、なんか、
寛大な心。すごい広い心を持っている。広い心を持って生きるしかない。まあね、確かにまだまだね、本当に日本は、どう思います？でも、最近の、ちょっと最後に最近の日本についてちょっと、話したいと思うんですけど、そう。はい。なんかまあ、本当に最近じゃないですか、日本に観光客が、なんか、ざーっと来て、海外の人たちが、そのハーフじゃなくて、海外に住んでた人たちが日本に引っ越してくる人が多くなったり、で、そしてハーフが増えたりとか、まあ、あるじゃないですか。ありますね。はい。で、日本人はまだまだそれについて全然、理解が全く追いついてない状態だなって私的には結構思ってて、なんか、それこそ、なんか、外国人見たら、英語喋れるのみたいな。はーい、みたいな。いや、日本語喋れるって。みたいな。みたいな。そういうことあるじゃないですか。ありますね、ありますね。そういうザ・ステレオタイプというか、なんか、それが取れないじゃないですか、なかなか。わかります。ね。どうすりゃいいんだろうなっていう。どうすりゃいい。いや、時間かかりますよ、多分ね。なんか今、その嬉しい、観光客来てくれるの嬉しいけど、でもそのマナーが守れない人とかもいらっしゃったりとか、まあそのヨーロッパの移民もそうですけど、そのやっぱり突然バーってくると、いやいやいやちょっと待ってっていう、ちょっともう少しちょっと落ち着こうっていう風に今なってるちょっと段階かなと思います。もちろん普通のね、観光客と一対一で話すとすごい楽しいし、みんな嬉しいと思うけど、日本人の人もみんな、結構その緊張してるだけでね、英語話せないけど、でも実はすごい話したがってる人も多いと思うから、と思うけど、もうそのハーフがもう本当に同等に扱われる。完全に何もフィルターなしでっていうのは、まあ本当にもっとハーフの人が、発信力のある人が、発信していくっていうのは5年ぐらいかかるのかな ?5 年、10年そうね。もっとかかりそうですね。でも5年前って最近だもんな。年を取ったからか。25歳ぐらいの時。25歳まあコロナで失われた3年があるから。あ、そっか。謎の3年があるんで。僕らの20代が失われた。確かに確かに。そうね。あと何年かかるか。いや、本当に不思議。よく本当に言われるのは、その、日本語学習者さんたち、私のリスナーさんとか学生さんたちが、こっちは一生懸命日本語喋ってんのに、向こうがなぜか英語で返してくるということは一番よく聞くんですよ。それが一番嫌だと。わかります。すごい嫌だと。なんでそうなるんだろうっていう。なんでだと思います？いや、本当に、いや、僕のお父さんもありましたよ。家族でご飯食べに行った時にお父さんはもう日本語ペラペラなんで、ノルウェー人の見た目ですけどね、完全に背が高い。お父さんが話してるのに、なんか頑張って英語で返す。Yes, yes, yes, yes. Yes, 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 okay, okay. あります、あります。そう。あれなんかね、頭の中での、もう最初に英語って決まっちゃってるんですかね。日本語学習者さんの、私の日本語これダメなのみたいな。下手だからなんか諦められてんのっていう、思っちゃう。ね。けど、まあそういう問題じゃないとは思いますね。日本人に関しては。もう頭の中のフィルターで、完全にこの人は、英語を話さなきゃいけない人だってなってる。そう。だから日本語下手だねって思ってるわけじゃなくて、やばいやばい、英語だ、英語にしなきゃ。英語で話してあげなきゃ。むしろなんか優しくしてあげなきゃっていうイメージで多分言ってると思う。私もそうだと思いますね。なんかコミュニケーション取らなきゃいけない、伝えなきゃいけない自分の気持ち、その説明したいことを、多分日本語じゃ無理だから英語にしなきゃいけない。はいはいはい。みたいな。ピッみたいなね。そうそうそう。どう変わればいいかって難しいですけどね。そういう方たちがね。そう。だから本当にやっぱり、その、欧米、まあ、特に白人として、なんか日本での生活、例えば白人とのハーフ、その、ケビンさんみたいな方と、他の国の方の経験は多分大きく違う可能性が
ある。なんか理由は日本人の見方がそこで差別されてる。その白人への憧れが強いじゃないですか。ベッカム。そう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 。そうです、そうです、そうです。だから僕と全く他の、方とは違う経験だと思います。全然もっと辛い思いしてるとか、いじめもちろん受けたりとか、してる方もいると思うし。そうそうそう、いろんな方がいる。意識。やっぱジェネレーションが一個変わる。やっぱ世代の問題もある気がして、私たちより上の方の価値観とか、そのステレオタイプを変えるのはもう難しい気がしてきて。もちろんできる人いますけど、すごい素敵なおじいちゃんおばあちゃんとか。もちろんね、いらっしゃるけど。そう。だからやっぱ下の世代かなに期待。下の世代に期待。でもまあ本当今ですよね。今一番もう変わる時期。確かに。変わってる時期。外国人の方がもうどんどん増えてると思うんで。確かに珍しくなくなってきてることが一番、やっぱ珍しいが一番ね、このステレオタイプを生んだり、差別を生んだりすることだと思うので、マイノリティですね。まだまだ赤ちゃんですね、日本人ね。の人もいる。そう。日本でね、すみません、長くなっちゃって大変申し訳ないんですけれども、ありがとうございます。なんか、いろいろお話こちらこそ聞かせていただき。そう。ね。こういう話聞けることないんでね、友達ともこういう話しないんで、やっぱ。確かに。ハーフの友人とか、どうよ、みたいなことは。ハーフどうよ。最近どうよとか、あんまりそのね、そのことについては触れられないことでもあるので、ありがとうございます。いや、こちらこそ楽しかったです、めちゃめちゃ。そう。そんな感じです、ハーフは。ぜひね、ケビンさんはやっぱり日本と、ノルウェーの、二つのルーツがあって、で、今しかもオスロに住まわれてるっていうので、まあ、ポッドキャストでもそういう、ね、オスロの話、日本の話、どっちもね、できるのめっちゃ、ね、聞けるのは、そういう話を聞けるのはすごく、リスナーさんにとってもとってもいいことになると思うので、皆さんぜひ聞いてみてください、ね。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。はい。歌も歌ってます。たまに。歌も歌ってます。この前俺、はるかさんとの昔の4年前のコラボ見たんですけど、聞いたんですけど、僕なんか歌のプレゼントしてましたよ。そう。僕も忘れてたけど、なんか歌いますみたいな言って、それから、じゃあ最後に歌いますみたいな。歌いますみたいな突然言ってなんか歌ってました。何やってんだ俺って思ってましたけど。いやでも上手いし、めっちゃ上手いんで、なんか、歌聞きたい方もぜひ。いや、そう、日本のね、歌、ちょっと紹介がてら歌ってるんで。いいですね。ぜひ聴いてください。ぜひ。はい。ケビンビンの 3P ジャパニーズ。正解。OK。の、ケビンビン 3P ジャパニーズ。はい。英語で。そう。です。じゃあ今日は、すいません。ありがとうございました。お時間いただき。こちらこそありがとうございました。はい。またお話ししましょう。勉強になりました。ぜひ楽しかったです。また話しましょう。はい。では、以上です。以上です。最後いつも終わり方こんな感じですよね。下手なんですよ。ちょっとわかんない。最後。はい、バイバイ。バイバイ。